iPhone 11 Pro が発売された時のことを覚えていますか？初のトリプルカメラが搭載された年で世の中はタピオカブーム、タピオカカメラなんとも呼ばれ注目を集めたそんな年でした。この iPhone 11 Pro から16 Pro まで素材の変更や USB-C への変更はあったものの、デザイン面での大きなアップデートはなかったように思います。今回の iPhone 17 Pro はどうでしょうか？約7年間続いたカメラバンプが横に伸びてツートンカラーのような新デザイン、Apple ロゴの位置も変更されてチタン素材からアルミのユニボディに変更となりました。カラーはシルバー、コズミックオレンジ、ディープブルーの3色のみでホワイトやブラックカラーというのはありません。そんな世間の反応はこんな感じ。攻めたデザインのプロシリーズがかっこいいという声もあれば、ダサすぎる、空張りが失敗、そんな声も見受けられます。僕個人の感想としてはぶっちゃけまだ見られていないんですが、メンバーの春樹くんはこれを最高傑作だと大絶賛していました。ただ今回に関しては大幅に進化した iPhone 17や新たなラインとして iPhone Air というモデルも登場しています。これまではプロシリーズのみに対応していた 120Hz や常時表示というのは全ての機種で対応。処理性能に大きく関わる最新チップの搭載も iPhone Air と同等になっています。今年の iPhone は全体的なスペックが底上げされ、その分プロはよりプロになる必要がありました。その象徴にプロレズローや Apple Log 2というハイエンドな映像撮影が可能になっていたり、望遠レンズが4800万画素に対応したことで3つのカメラ全てが48メガピクセルとなりました。この小ささでここまでのクリエイティブ表現ができる時代、まずはそんな iPhone 17 Pro で撮影した作例をご覧ください。動画作例はいかがでしたか？この過去最高レベルのカメラ性能については後ほど詳しく紹介していきたいと思います。まずはいつもと同じくボディデザインから見ていきましょう。 iPhone 17 Pro シリーズではアルミニウム合金を用いたユニボディデザインを採用し、 iPhone 15 Pro、16 Pro で採用されていたチタン素材というのはわずか2年での廃止となりました。 Apple がチタン素材を廃止しアルミニウムを採用した背景には熱伝導性が挙げられます。アルミニウムを採用したことでチタン素材に比べて20倍も優れた熱伝導性があるとのことです。 iPhone 15 Pro がかなり熱くなりやすかったのでこれは嬉しいところですよね。さらに新しくベイパーチャンバーを搭載したことでチップから発生した熱を効率的にボディ全体へ拡散し、高負荷時でも安定したパフォーマンスを得ることが可能になりました。ちょっと分かりにくいかと思うのでもう実際に比較をしていきましょう。 iPhone 17 Pro Max、16 Pro Max、15 Pro Max、さらに14 Pro Max の4機種で 4K60fps で HDR 動画を約30分間連続撮影をし、その後の放熱性能を検証しました。結果は iPhone 14 Pro Max が 49.8 度、15 Pro Max が 50.1 度、16 Pro Max が 48.6 度に対して17 Pro Max が 45.3 度という結果となりました。この時実際に手に持ってみても温度の違いというのを確実に感じられるほどで iPhone 17 Pro の放熱性能の高さを強く実感することができました。サーモグラフィーで確認すると17 Pro はカメラ部分がやや高温ではあるものの全体的に熱が分散できているということが確認できます。カメラバンプが横に伸びたことで多くのケースではカメラバンプ部分は露出されるはずです。これによってこれまでの iPhone よりも保護される部分が少なくなってしまうと思うので、ここが気になるという人はいそうですよね。ただこのカメラバンプ部分がある程度は露出していた方が冷却性能が高まるということでもあるので、ここはしっかりと理解しておきたいところですね。そして iPhone 17 Pro に搭載された新たなチップ A19 Pro というチップは非常にパワフルでほとんどの使用用途には十分すぎるほどの性能かと思います。一応確認程度に6分8秒のプロレス422の 6K 動画を書き出してみました。
結果は意外なことに一番早く書き出しを終えたのは2分12秒で iPhone 16 Pro Max でした。続いて2番目が iPhone 17 Pro で3分4秒、最後が3分50秒で iPhone 15 Pro Max という結果になりました。他にもあらゆる素材や他の端末でも検証を行いましたが、やはり16 Pro Max が最速という結果に何度やってもなったんです。動画の書き出しというパフォーマンスではこういった事実になったということを皆さんにここではお伝えしておきたいと思います。ここ数年の iPhone にはセラミックシールドという強力なガラスが採用されています。セラミックシールドというのはコーニングという会社が共同開発をした特殊なガラス素材で、ガラスに繊細なセラミック結晶が含まれていることで強度を向上させています。17 Pro のディスプレイにはセラミックシールド2が採用されて、16 Pro シリーズの3倍もの性能があるとのことなんです。とは言っても実際に落としたり引っ掛けたりして検証するのはちょっと怖くてできません。あくまで大事なのは日常生活においてどの程度の対殺傷性能があるかということだと思います。なのでこの耐久性などは半年とかまたは1年後ぐらいの長期使用レビューでしっかりとお届けできればなと思います。さらに全モデルでスーパーレティーナ XDR ディスプレイを採用しています。これによりプロモーションによる最大 120Hz のリフレッシュレート、常時表示ディスプレイの使用や画面のピーク輝度は最大で3000ニットまで向上し、17 Pro では 6.3 インチ、17 Pro Max では 6.9 インチという大型ディスプレイを実現しています。今作の iPhone 17と iPhone Air でも同様のディスプレイが採用されたことにより、120Hz や常時表示ディスプレイでプロシリーズを選んでいったという人は新たな選択肢が増えました。ここはプロシリーズというよりも iPhone 17や iPhone Air で嬉しいポイントですよね。さらに反射防止コーティングが追加されています。公式によると反射率が 33% カットされたため、実際に比べると確かにその差を感じることができます。これは Mac などのナノテクスチャーのような質感とはまた別物で、従来の光沢感は維持されています。僕としてはこれはすごく嬉しくていい改善点だなと思ったんですけど、ただこれによってディスプレイ画面を鏡代わりとしての代用がしづらくなったとパートナーは言っていました。いや本当にいろんな見方があってここは面白いなと思います。そして物理ボタンの変更は一切ありません。16シリーズで追加されたカメラコントロールボタンもあります。USB-C 端子も USB3.0 規格で最大 10Gbps のデータ転送に対応。そしてもちろんディスプレイポートにも対応しており、外部モニターや AR グラスなどへの出力をサポートしていて、パワフルな19 Pro チップを大画面で堪能することができます。充電規格は MagSafe と Qi2 に対応しています。35W のワイヤレス充電が可能になるかもしれないというような噂もありましたが、ここはありませんでしたね。ワイヤレス充電ももう少し早くなってくれると嬉しいなと思います。しかし面白い充電アダプターがこっそりと登場しています。それは 40W ダイナミック電源アダプターです。60W のピーク出力に達するのは短時間に限られるものの、この小型さはとても魅力的ですよね。とはいえやはり純正の値段というのは少し高めになってしまうので、純正にこだわらないという方は他のものでいいかなと思います。一方でバッテリー性能に関しては公式によると17 Pro が最大33時間、17 Pro Max が最大39時間のビデオ再生と記載されています。実際に YouTube での連続再生でのバッテリー表示が気になったので検証をしてみました。 100% の状態から2時間の YouTube の連続再生を行ったところ、 iPhone 17 Pro Max が 90%、 16 Pro Max は 87%、 15 Pro Max は 85% で、14 Pro Max は 81% という結果となりました。ただバッテリーの状態が14 Pro Max のみ 88% と劣化が進んでいるものだったので、もちろんその影響も多少は考えられるのですが、それでも全体的に年々バッテリーの性能というのは向上していることが確認できるのではないかと思います。さらに 40W 以上のアダプターを使用すると約20分で最大 50% の高速充電にも対応しています。これは素直にありがたいところですよね。そんな iPhone 17 Pro シリーズの価格はこの通りです。今回から 256GB スタートとなりました。 2TB モデルは ProMax のみの展開となります。僕は去年 1TB モデルでも足りなかったので、今年は 2TB モデルを使用していく予定です。iPhone の価格に納得ができない理由の一つとしては、カメラの性能を求めていないからだという人も少なくはないはずです。でも僕自身映像を制作したとして、この iPhone のカメラの素晴らしさというのはしっかりとお伝えしていきたいです。今回は3つの大きなサプライズがありました。まずは待望だった望遠レンズが4800万画素に対応したということです。これまでは1200万画素と低画素でノイズも目立つような望遠レンズになっていました。17 Pro シリーズであれば4倍の 100mm であれば最大4800万画素で撮影することができ
てフュージョンカメラということもあり、8倍の 200mm でも12メガピクセルの撮影を可能にしています。このフュージョンカメラというのはセンサーの中央部分の一部をクロップしているため、フルサイズカメラでいうところの APS-C クロップのようなことがこの iPhone でもできるんです。ただこれを光学ズームと読んでいいのかというのは不明なところではあるんですが、光学4倍 100mm のレンズのセンサーの中央を使用することで 200mm 相当で8倍のズーム撮影をすることができます。そして望遠レンズのセンサーサイズ自体も 56% ほどアップしているので、明るさや画質も著しく向上しています。パッと見の画質にそこまで大きな差を感じないかもしれませんが、拡大をしてみるとその差が明確にわかるはずです。そして暗所性能も検証をしてみました。同じく iPhone XVI Pro Max と比較をしてみたところ、ノイズが明らかに減っていることがわかるはずです。特に動画撮影ではその差が顕著で大きな改善を感じることができるのではないでしょうか。もう望遠レンズはね、もう本当に綺麗になりましたよ。めちゃめちゃ良くなりました。僕はこれまで iPhone でのね、望遠レンズというのは暗所での撮影にはすごく抵抗があったけど、これだと実用的にね、使えていきそうな感じがしています。ただ、この3つのレンズの中でも望遠レンズというのは最も絞りが暗いレンズになります。メインレンズの F1.8 や超広角レンズの F2.2 のようにもう少し明るくなってほしかったっていうのが本音です。また各カメラの個々のピクセルサイズも実は異なっていて、メインカメラが最も大きくてより高品質な写真や映像を撮影ができる仕様になっていると思います。そして暗所撮影時に気になるゴースト現象についてもしっかり検証してみました。こちらも期待を込めて全て確認してみましたが、全てのレンズで改善はなしです。Absolutely amazing. それでも今年は多くの人が喜んだアップデートがありました。フロントカメラの画素数が12メガピクセルから18メガピクセルに増加し、センサーサイズも約2倍程度に大きくなり、スクエアセンサーになりました。このスクエアセンサーを搭載したことにより、iPhone を縦で持った状態でも横サイズの撮影が可能になります。センターフレーム機能の追加により、以前よりもさらに広角での撮影やグループ写真では全員を自動的にフレームに収めることができるようになりました。ただ実際に撮れた写真を比較してみると、解像度の差はそこまで実は感じることができませんでした。画角自体はかなり広くなっていたりとか、横持ちの撮影時の時よりも視線がより自然な方向になったかなとは思っています。そして少しだけ気になるところとしてはスキンとの違いで、これまでのフロントカメラのカラー表現もしくはホワイトバランスの測定が少しだけ違うように感じたりもしています。そしてこのフロントカメラは手ブレ補正もとても強化されています。正直なところ歩く程度の自撮り撮影であれば今までのモデルでも十分に強力で、そこまで違いはありません。しかし走ったり激しいアクションでの撮影時は強力に手ブレを抑えて撮影をすることができるようになりました。おまけにデュアルキャプチャビデオも追加されています。これは SNS の B リアル、B リールに似たような機能で、外カメと内カメを同時に記録することができます。撮りたいものを撮影しながら撮影者のリアクションも記録できる。そして撮影しながらフロント映像の位置も変更することができます。思い出を振り返った時に自分の写真や動画があまりなかった、そんなことも少なくなるかもしれませんね。ただこれにも注意点はあります。埋め込み式で記録されるということです。後から編集で内カメと外カメを切り替えたり別々に残すことはできないので、ここは少し残念なところですよね。そして皆さん、さらにプロレスローの収録に対応しました。ファイナルカットカメラやブラックマジックカメラなどの対応アプリを使うことで、この iPhone でロー動画の撮影ができるようになったんです。そもそもローとは何なのか。これはカメラのセンサーが捉えた全ての情報をそのまま保存する生のデータとなります。全ての情報を記録するためデータ容量は本当に莫大になってしまうんですが、ホワイトバランスや明るさ、色味の調整を後から編集時に行えると、そういった最大のメリットがあるようなデータになります。このような ISO とホワイトバランスを間違って撮影してしまった場合に、通常の動画では編集時に改善をしたとしても不自然な映像になる可能性が大きいです。しかしロー映像の場合はホワイトバランスや ISO の値を編集時に撮影時と同じように適正露出に変更することが可能なので、たとえ編集を加えたとしても適正の露出で適正の色味で表現をすることができます。元のデータが残っている、これがロー撮影の大きなメリットなんです。本当にハイエンドなカメラに搭載されているローという形式がこんなにも小さな iPhone で撮影ができる。本当にね、これは恐ろしいことが起きています。そしてまだあります。Apple Log がバージョン2にアップデートしています。発表会では全く触れられていなかったんですが、ホームページを確認すると Apple Log 2という記載がありました。僕は現地での発表イベントの際に実際に Apple の人に聞いてみたんですけれども、これは以前の Apple Log に比べてダイナミックレンジが向上したみたいです。なのでこれも実際にどれぐらい向上したのかが気になったので実際に比較をしてみました。Apple Log ではもともとダイナミックレンジは十分に広いのですが、確かに Apple Log 2ではさらに広くなっていることが分かってきました。ダヴィンチリゾ
ゾルブに取り込んでスコープを確認すると、明るい部分と暗い部分のどちらもより多くの情報を記録できていることが分かります。そしてダイナミックレンジだけでなく解像度が著しく向上していることも分かったんです。 Apple Log2 で撮影した映像はとても綺麗でより高品質な映像に仕上がっていることを体感いただけるはずです。しかし僕個人の感想としては、この Apple Log2 は非常に綺麗ではあるものの、若干 iPhone のデフォルトでの撮影時に近いような、少し絵が硬いと言ったらいいのか、シャープネスがきつすぎるようにも感じてしまったっていうのも正直なところです。編集ソフトでミッドディティールを抑えてみたり、コントラストの調整をすればうまく表現することはできるんじゃないかなと感じています。Apple Log というのはプロレス RAW に比べてデータサイズが非常に小さくて比較的運用しやすいというのも魅力の一つです。僕的には RAW よりも Log を使用する機会の方が多くなっていくかなと思っています。しかしプロレス RAW のデータサイズは思ったほど大きすぎるわけではありませんでした。実はプロレス422とプロレス 422HQ の間のサイズとなり、またプロレス RAW は外部ストレージのみで撮影が可能ではあるのですが、各レンズの最大値のフレームレートで収録することが可能です。今回は発売前に iPhone 17 Pro シリーズを使わせていただいたこともあって、残念ながら今はまだ Apple ProRes RAW を試すことはできていません。しかし僕が実際にこの iPhone 17 Pro シリーズで撮影した Apple Log2 などのサンプルデータを無料でダウンロードできるように準備をしました。新しい望遠レンズでの写真や動画もたくさん含めています。ぜひこの iPhone 17 Pro で撮影した写真や動画データにアクセスをして体感をしてみてください。これはすでにビジュアルパークという僕たちが運営するオンラインショップでダウンロードすることができるようになっているはずです。ぜひこちらもよかったらチェックしてみてください。Apple のマーケティングはさすがとしか言いようがありません。 iPhone のプロモデルには8本のレンズがついていると数年前から謳っていますよね。13mm、24mm、28mm、35mm、48mmに 100mm、そして 200mm とマクロレンズ、これらを一つのスマホで完結し撮影をすることができるんです。しかし実際には一部分が拡大処理なので解像度には違いが出てきます。写真撮影は最大で40倍のズーム、動画撮影は最大で24倍のズームが可能です。さらに動画撮影は最大 4K120fps というとんでもない性能にまで達しています。これは 4K ビデオの撮影時に 20% のスローモーション撮影ができるということになります。どんな時も常に持っているスマートフォンにこんなにも高性能なカメラが搭載されていて、どんな瞬間でも鮮明に記録することができる。これは本当に素晴らしいことだと思いませんか？僕も去年この iPhone 16 Pro Max を手に入れてから今日までの1年間、たくさんの思い出動画を記録してきました。iPhone のカメラ性能が向上したことで喜びもあれば、一方で冷静に評価すべきポイントというのもあったりします。なのでここからは実際に先行で使用させていただいて分かってきた使用感についてお話ができればなと思います。まずはカメラコントロールボタンをもっともっと活用したいというところです。せっかく16 Pro から追加された物理ボタンなので、もっともっと活用できると思うんですよね。API の公開で他のアプリでも使うことができるようになったのはいいんですけれども、もっとできることは増やしてほしいなと思うし、Apple Intelligence も発展途上な感じはありますよね。なのでもっともっと新しい機能をね、期待していきたいなと感じています。
そしてカラーバリ、今回のカラー皆さんどうですか？ 3 色はあまりにも少ないですよね。ご覧の通りオレンジはねかなり派手な色かなと思います。色味としてはこの Apple Watch のこのオレンジの部分にすごく近い色かなと感じるんですね。光沢はあって高級感はあるんですけど、かなりポップな色味になるので非常にねここは好みが分かれるかなと感じますよね。やっぱりブラックやホワイトがあればもっともっとねプロが欲しい人が増えるんじゃないかなと感じてしまいました。ただ iPhone はね後から新カラーのね投入っていうのもねよくあるパターンだったりはするので、もしかしたら半年後ぐらいにブラックとかが出てくるかもしれませんよね。もしくはもっとポップなやつとかで、あとデザインとしてはここの上部の部分に米国モデルに搭載されていた超高速通信が可能なねミリ波用のアンテナというのが日本版でも結局採用されています。ただしこれに関しては日本ではエリアがねほぼ整備されていないため実質的にはね使えないような機能になっているそうですね。でカラーは少ないものの今回のプロ限定のテックウーブンケースというのがかなりいいんですよ。それがこちらですね。ウーブンとは折られたというような意味があります。このウーブンケースというのはマルチカラーの糸を織り込まれているんですね。これを iPhone のマクロカメラで見てみるととても面白くて3色のカラーが織り込まれている、そんなね色デザインになっています。しかもそれぞれのウーブンケースによってこれらの使用されている色が違うので、プロ限定にはなってしまうんですけれども、今回のこのウーブンケースのね仕上がりがとても良くて手のね馴染みもめちゃくちゃいいので僕はね非常に気に入っているケースです。そしてやっぱりまだまだデザインについて話したいんですけど、高級感よりもメカニック感が増したなと感じています。今までのチタニウムモデルでは高級感がとにかくありましたよね。それに比べて今回は高級感というよりもちょっとメカメカしさをね感じるようなデザインかなというふうに思っています。僕まだね結構もう見て長いんですけれども、まだねちょっと慣れないというかちょっとこのデザインをねまだ完全に受け入れれてはないんですけど、はるきくんはねめちゃめちゃ好きということで本当に好みがね分かれると思うんで、これは皆さんのね好みもぜひねコメントで教えてください。で他のねポイントで言うと実は進化してないカメラ機能もたくさんあります。あれだけねカメラ性能について褒めちぎっといてあれなんですけれども、アクションモード、シネマティックモード、空間ビデオ、これらが全く進化がありませんでした。アクションモードというね、手ぶれを抑えたモードであれば最大 2.8K60fps、 こちら 4K に対応しませんでした。でシネマティックモードは 4K30fps で、さらに空間ビデオですね。やっぱりビジョンプロとかなどで空間ビデオを残しておきたいというふうに感じるんですが、未だに 1080p になってしまうんです。やっぱりまだ 4K ですら残せないというところにさすがに来てほしかったなと思ってたんですけど、ここはちょっと来なかったというところで、正直残念なところにはなっています。で肝心の eSIM に関してですね、こちらが16 Pro Max、17 Pro Max なんですが、ここの物理 SIM カードのスロット、これが完全になくなりました。これはね今作の iPhone シリーズ全て共通しているところになります。僕自身長年物理 SIM をね使用していたんで、若干ねこれ大丈夫かなとちょっと思ったんですけど、切り替え自体もねスムーズだったし全然ね問題なくできました。ここに関してはねもうすぐに解説動画をね出そうと思っていますので、専用動画のね機種変更がね不安な方はぜひねチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。そして17 Pro と17 Pro Max を使ってみてのどっちがいいのかっていうところもねちょっとお話しできればなと思います。僕は2年前に15 Pro、1年前に16 Pro Max をね1年間使用してきたんですけど、実際のデータを見てみると10法でのね回数にかなりの差が出てきています。その年によってバッテリー容量が更新されるというのはもちろんなんですが、それでもやっぱり Pro Max の大容量設計にはとても助けられてきたんですよ。なのでやっぱり Pro Max を使うことで充電をする回数は減りますし、充電の心配することも明らかに減るかなと思います。充電回数が減るイコール充電のね劣化っていうものもね防いでいくことができると思いますので、僕はね Pro Max は充電という意味では絶対的に推したいです。ただこのように手に馴染むかというところで言うと、最初はねかなりでかいなという風にね感じてしまうかなと思います。全然大きさはね違うのでやっぱりね最初は違和感はあるんですけれども、怖いのがね慣れるとねもうこっちのプロのねサイズには戻れなくなるぐらいにね後から馴染んでくるんですよ。これは不思議ですよ本当に。なのでそこまでね大きさというところは心配しなくてもね慣れるかなとも思いますし、プラスモデルがね廃止された今バッテリーをね重要視するならばやっぱりプロマックス一択になるかなと思いますので、やっぱバッテリーを重視する方は、僕はねプロマックスをやっぱりねお勧めしたいなと思います。そして最後になりますが、正直なところ、プロであるべき理由というのはこれまでよりもかなり少なくなりました。今回発表された iPhone は全てのモデルで 120Hz のプロモーションディスプレイ、常時表示ディスプレイや3000ニットの最大の画面輝度などディスプレイ性能は全てが同等になっています。そしてフロントカメラも全てで統一されています。それでいてもプロであるべき人というのはどういった人たちなのでしょうか。皆さんがこの iPhone を使ってどういったことを使うか、どのような使用用途があるのかというのは僕は分かりません。でもやっぱり僕はこの17 Pro シリーズの圧倒的なカメラ性能であったりだとか高速なデータ転送、そして iPhone 一つでこれだけ
け高性能な映像とか写真を残せるというところには十分に価値を感じているかなと思っています。なので僕は今年もね iPhone 17 Pro Max を使っていくかと思うんですけど、ぜひね皆さんの感想とか意見もお聞きできたら嬉しいなと思っております。iPhone 17 Pro の徹底レビューをお届けさせていただきました。実は今年初めて Apple Park サンフランシスコでの発表イベントに参加をさせていただきました。本当にワクワクするイベントで終始心が躍る3日間を過ごすことができました。そして本当に幸運なことに Apple の CEO ティム・クックさんともツーショットの写真を撮影することができて、もう本当にね感無量というか素敵な経験ができて本当にね感謝しかありません。こういった経験ができたことも、こういった動画を作れていることも、ひとえに皆さんが普段から応援してくださっているおかげだと本当に常に感じております。皆さん本当にいつもありがとうございます。こんなにも貴重な経験をいただいているからこそ、今回の新しい iPhone 17 Pro シリーズで撮影したサンプル映像やサンプル写真というものを全て無料でダウンロードできるように準備をしております。僕たちのビジュアルパークというショップからいろんなカメラや iPhone のサンプルデータを取得することが可能です。そして僕は Apple Log 専用のラットパックの提供も行っています。Apple Log の色表現というのは非常に豊かで豊富ではあるものの、少し難しいと感じてしまうかもしれません。ただ僕のこのラットパックを使っていただければ6種類の世界観をワンタッチで表現することができて、デフォルトの撮影よりも非常に高品質でより作品ライクで思い出が鮮明に残るような色表現で記録をできるんじゃないかなと思います。もちろんこの Apple Log は Apple Log 1と Apple Log 2の両方にも対応していますので、興味ある方はこちらもチェックしていただければなというふうに思っております。ということで今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。 iPhone 17のレビューと iPhone Air のレビューもどちらも両方ともすでに公開していますので、どちらもよかったらチェックしてみてもらえたらなと思います。ということで今回はこの辺にしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。